どうも翔太郎です。いや皆さん頑張ってプラグインでボーカルを処理してインストの音質調整までしてリバーブとか空間系とかもかけてすごいいろいろやったのに、なんかプロがやったミックスに比べてのっぺりしてるっていうか平坦な感じになることってありませんか？僕も昔はそれでめちゃくちゃ悩んでたんですけど、今回ご紹介するボリュームオートメーションっていうのがその一つの回答かもしれません。ボリュームオートメーションこそが僕はミックスのメインの作業と言っていいぐらい重要なものだと捉えています。一つ一つは本当に微妙な作業なんですけど、これをやるかやらないかで楽曲の魅力が大きく変わってくるので、ぜひ手抜きすることなくしっかりやっていけるようにしていきましょう。今回の歌ってみたシリーズで使用している楽曲の練習用データを LINE 公式からプレゼントしています。受け取り方は動画の一番最後でお伝えしますんで、ぜひ最後までご覧ください。ご質問がありましたらコメント欄の方にお願いします。それでは歌ってみたミックスシリーズ最終回です。では行こう。はい、今回は歌ってみたミックスシリーズの第3回目最終回ですね。前回までの処理でボーカルを混ぜていったんですけど、まだ少しだけのっぺりとした感じが残ってるんですね。で、今回の作業をすることで楽曲が輝き出しますんで、ぜひお楽しみにしていてください。今回はボリュームオートメーションっていうのをやるんですけど、冒頭でもお伝えしたようにこれはめちゃくちゃ重要な作業で、オートメーション作業こそがプロっぽさの秘密だったりします。プロは必ずやっている作業なんですけど、一つ一つの作業をしている間はそんなに変化を感じなかったりとかもするので、そこまで重視されていない方も多いような印象を受けます。でもこのボリュームオートメーションっていうのをやることによって楽曲のクオリティが一段引き上がりますんで、ぜひしっかりやっていけるようにしましょう。で、あと今回はおまけとしてボーカルの子音が耳に刺さって気になるような場合とか、簡単なタイミング調整やマスター処理も軽く触れていきたいと思います。今回の動画を見ていただくことで歌ってみたのミックスが完了しますんで、ぜひ最後まで気を抜かずにご覧ください。はい、では今回もこのような問いからやっていきましょう。 EQ もコンプもやったのになぜボーカルがのっぺり聞こえるのか。プロのエンジニアさんがやったミックスってすごいキラキラ輝いているっていうか、なんか音に躍動感があるような感じがしますよね。それに比べてご自身のミックスがなんかのっぺり聞こえるなーって思ってる方って結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。で、これに対する回答なんですけど、コンプレッサーで失われたダイナミックスをオートメーションで音楽的に描き直していないからっていう可能性があります。コンプレッサーっていうのはあくまで音量差を整える道具なんですね。でもそれって聞かせたい言葉とかフレーズの抑揚とかまでは自動で作ってくれないんですね。そこでこのボリュームオートメーションになります。コンプレッサーを使うことによって本来必要だった抑揚とかが失われてしまう場合があるので、それを手動でオートメーションを書くことによって補っていくっていう作業になります。この作業は別に特別な機材もいらずに、ただマウスだけあればできる作業になりますんで、本当に地味な作業ですがコツさえつかめば非常に簡単な作業なんで、ぜひ習得してミックスのクオリティを上げていきましょう。さっきからオートメーションってすごい何度も言ってしまっているんですけど、実際オートメーションって何のことなのかっていう解説をしてなかったので、ちょっと解説していきます。オートメーションっていうのはですね、DAW 上でボリュームとかの動作を記録してそれを自動的に動かしていくことなんですね。昔 DAW とかがまだなかった頃なんですけど、そういう頃はですね、レコーディングやミックスの際にエンジニアさんが実際に手を動かしてフェーダーを調整して、それをリアルタイムに動かして2ミックスに記録していくみたいなことをしていたりしたんですけど、それがそのままでは大変なので、コンソール自体にコンピューターを搭載して、それによってフェーダーとかの動きを記録して自動化するっていうことをしていたんですね。で、それと同じことを DAW 上でもできるっていう形になります。で、DAW 上だとただボリュームをやるだけではなくて、例えばプラグインの中の操作とかそういうものも自動化することができるんですね。なのでオートメーションを活用することによってアイディア次第で本当にいろんなことができるようになります。で、今回でいうオートメーションっていうのはボリュームのオートメーションを指していまして、ここまで処理してきたボーカルをさらに輝かせるっていう作業のために使います。で、そのオートメーションの役割いくつもあるんですけど、どういう役割があるのか見ていきましょう。まずはですね、コンプで失われたダイナミクスを描き直すってことですね。これはさっきお話したことと同じですね。あとはこれ結構大事なんですけど、一番聞かせたい音を聞かせるっていうことですね。例えば楽曲の肝になる言葉があったとして、その言葉がすごい埋もれてると、せっかく肝になる言葉なのにちょっと聞こえないっていうのは残念なので、そこをちょっと
大きくしてあげることによって楽曲が一番伝えたいことを伝えやすくさせてあげるみたいな効果を得ることができるようになります。あとはですね、曲の展開を作るみたいなことをしたりもします。例えば楽曲のセクションごとの間ですね、そういう部分にちょっと空白ができちゃったりするとちょっともったいない感じになっちゃったりするんで、そういうとこでリスナーの注意を引き続けるための、例えばディレイとかをオートメーションを使ってそこだけ入れてあげるとかにすると、リスナーの心をこう引きつけたままセクションの移り変わりをしていくことができるようになります。こういう感じでオートメーションは単に聞こえない音を聞こえるようにする作業だけではなくて、楽曲をより輝かすための展開を作っていくクリエイティブな作業になるんですね。でもさっきから何度も言っていますけど、実はこれがミックスのメイン作業と言ってもいいぐらいの作業になります。ここまでのプラグイン処理とかはこのオートメーションの効果をより意味のあるものにしていくための下処理に過ぎないぐらいに思っても大丈夫だと僕は思っています。では実際ボリュームオートメーションのやり方とかそういうところを見ていきたいと思います。歌ってみたミックスにおけるボリュームオートメーションの処理対象はですね、基本的にはこの2つかなと思います。まずはボーカルのレベルと、あとはリバーブとかディレイの鮮度量とか、あとミュートとかですね、そういったところにオートメーションを書いていって楽曲を魅力的に仕上げていきます。で、やり方なんですけど、やり方は主に2つありまして、まずはトラックボールとかマウスでもいいんですけどを使用してポイントを打っていくっていう作業の方法と、あとはフィジカルコントローラーですね。フェーダーポートとか有名だと思うんですけど、この画像のやつですね、こういうものを使用してやっていくっていう方法もあります。フィジカルコントローラーをお持ちの方はそれでもいいですし、興味のある方はご購入されてもいいと思います。いや、僕はもうトラックボールを使ってやっていくっていうのに慣れてしまったのでそれでやっています。で、実際ボーカルのボリュームオートメーションの進め方なんですけど、楽曲の頭からまず1ボーカルのレベルをやりながら、アイデアが出てきた段階でその都度リバーブとかディレイとかを調整していくっていうのをやっていきます。で、ボーカルボリュームオートメーションのやる時のポイントをちょっと解説しておきます。ポイントは4つありまして、まず1つ目、子音をつくですね。例えば楽しいだったら T、N、S でI ですね。で、あいうえおの場合は子音がないので母音をつきます。で、2つ目、言葉の塊の頭の部分の子音は少し大きめにするっていうことですね。例えば楽しいだったら楽しいのたの t の部分ですね。これを他のの c の部分より少し大きめにつきます。そうすることによって言葉が塊として入ってきやすくなるんで、歌詞が伝わりやすくなるっていう効果があります。で、3つ目、これは2つ目とちょっと矛盾する部分があるんですけど、リズムが特に大事な楽曲っていうのは言葉よりもグルーブを優先して子音をついてきます。例えばダンス系の曲とかラップとか、なんかすごい言葉の内容よりもリズムの方が重要な楽曲とかは言葉の意味でやっていくとちょっとグルーブが変な感じになっちゃったりするんで、それはもう楽曲のグルーブに合わせてやっていくっていうのがいいかなと思います。で、4つ目、これすごい重要なんですけど、セクションの切り替わりの部分は次のセクションの頭を大きめにする。これちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、例えば A メロ B メロサビってあって、B メロとサビの間とかですね。で、そのサビの頭の部分の何語かでいいんで、ちょっと大きめにしておくんですよ。他の部分より。そうすると、そこを、サビのボーカルが始まったなっていう風に認識すると、その後の音量は、実はそこまで大きくしなくても、しっかり聞こえてくるっていうのがあります。逆に、この部分、そのセクションの頭の部分をそんなに大きくしてないと、その後の音量がそんなに変わらなかったとしても、なんか小さく聞こえて、埋もれちゃうような感じがするような場合があるんで、その各セクションの切り替わりの部分は大きめにするっていうのを覚えておきましょう。これはギターソロとか、その他のリード系の楽器とかをしっかり聴かせたい時も有効なので、ぜひ覚えておいてください。ではボリュームオートメーションの実演を見ていきたいと思います。サビのところで解説していきたいと思います。じゃあちょっと一回やってみますね。音を聞きながらやっていきます。このベランダの B ですね。B の部分をまずつきます。こうやって両端にポイント打って、このような形で。こんな感じでベランっていうのをついていきます。で、今回のこの楽曲っていうのはアフタクトしているので、このベランだけをちょっと大きめに出してあげるようにすると、その後そんなに大きくしなくてもいいので、ちょっとそのようにやりますね。この部分を少し大きくします。
子音だけをついてまだちょっと小さい感じがするときは、この子音の後ろのこの角度ですね、この角度を少し緩やかにこんな感じでしてあげると抜けてくるので、ちょっと聞いてみてください。こんな感じですね。でこの上で頭もうちょっとつきましょうか。こんな感じでやっていきます。であとこの先もまず全部やっていくんですけど、今はちょっと割愛します。はい、ではその他のオートメーションもかいつまんで解説していきます。例えば A メロの前半の一番最後の部分ですね。この部分の、最後にディレイを追加するっていうのをやってみたいと思います。ちょっと一回聞いてみます。改札を抜ける。これですね、このケルの後が、ピアノのフレーズは入ってるんですけど、ちょっと空間が空いてるような感じもするので、ここに追っかけ系のディレイを入れていきたいと思います。でディレイなんですけど、今回は H ディレイの四分音符に設定したこのディレイを入れていきたいと思います。でこれをこのバス3のとこにインサートしております。ちょっとソロで確認してみますね。改札を抜ける。こういう感じなんですけど、この改札を抜ける全体にかかるとちょっとかかりすぎな感じがするので、一番最後のケルにだけかけたいと思います。ここですね、ここにだけかかるように設定します。その方法はこのバスで送っているんですけど、この送っているここのミュートですね、ミュートをオートメーションしていきます。でプロツールスで言うとここで、バス3のミュートのオートメーションがあるので、この部分だけミュートを解除する、非ミュートにするっていう手順でやっていきます。でこのようにすると改札を抜ける、ケルだけがかかったような感じになりました。でオケ中で聞いてみますね。改札を抜ける。わずかなんですけど、ちょっと世界観が出たんじゃないかなと思います。僕的なポイントなんですけど、追っかけ系のディレイ、こういう形でケルみたいに追いかけるディレイは真ん中に置くよりもちょっと少しだけずらす、左右にどちらでもいいんですけど、どちらかにずらすっていう形でやるっていうのをおすすめしています。真ん中に置くとボーカルと被っちゃうんでね。もう一個別のオートメーションの解説なんですけど、サビ直前とか伸ばしている箇所のボーカルをふわーっと空間に溶けていくような処理をすることがあります。今回もサビの直前とかでやっているんで、ちょっと解説していきます。ちょっとお話だけだと分かりにくいと思うんで、ちょっと聞いてもらいますね。ソロで聞きます。けれどベレン、今一番最後の部分なんですけど、けれどの後ふわーっと少しリバーブが出てきたのがわかるかなと思います。この適用方法なんですけど、これリバーブの先導なんですけど、リバーブの鮮度レベルをこうやって最後に行くにつれてちょっと上げるんですね。それだけだと全体的にレベルが上がってきてしまうんで、この上げると同時にボリュームの方のレベルをちょっと下げるっていう感じにしています。このような感じにすると今のような効果が得られるので、ぜひ試してみてください。ではこれビフォーアフターで聞いてみたいと思います。ではこれビフォーアフターで聞いてみたいと思います。アフターです。どうですかね。そんなにめちゃめちゃ目立つってわけでもないんですけど、ちょっと世界観ができたんじゃないかなと思います。あとその他のオートメーションなんですけど、この EQP1A の方でもオートメーションを実はかけています。何をやっているかっていうと、サビの一番最後のこの部分なんですけど、この部分のこのアテンの部分を少しだけ上げるっていうことをやっています。これがないとどうなるかっていうと、ちょっとだけローエンドがもさもさ聞こえるんですね。まずなしでちょっと聞いてみましょう。言ってくれた気がした。こ
これがちょっとローエンドがモサモサして聞こえてしまって僕が気になったので、その部分をこのような感じでちょっとオートメーションをかけて処理しています。このラインが上がるごとにここのアテンが上がっていく様子をちょっと見ながら音も聞いてみてください。ではアフターの状態です。どうですかね。だいぶこういう感じでやるともっさり感がすっきりしたんじゃないかなと思います。はい、これでボリュームオートメーションが終わったんですけど、細かいんですけどちょっと気になる部分を調整していくっていうのは結構重要なので、そのやり方とかも軽く見ていきたいと思います。まずは気になる子音の調整ですね。コンプとかでいろいろやっていると子音がすごく気になってくるような場合があります。もともとレコーディングの時とかはそんなに気にならなかったけど、いろんな周波数帯とかを削ぎ落としていったり、あとはコンプとかで処理していった後に急に気になる場所って出てきたりするんですね。なのでそこを一つ一つ調整していきますってやり方なんですけど、まず気になる部分を見つけるってことですね。特に K とか T とか C とか S とかですね、キとかツとかカとかそういう部分がぴょこってこう出てきてしまってる場合があったりするんですね。でその部分を見つけてピンポイントでボリュームオートメーションで落とすか、もしくは場合によっては半分リップノイズみたいな場合もあったりするんで、もう波形を切っちゃったりとか、もしくは、書き換えたりとか、そういうような処理をしていって、とにかく気にならないようにさせるっていうことになります。はい、では子音が気になる場合の処理方法を解説していきます。まず一回聞いてみてください。この部分ですね。この部分が少し気になるので、この部分をちょっと聞いてみてください。抜けるの毛の K の部分ですね。その部分がちょっと気になるので、ここを直していきます。で、実際拡大してみるとこんな感じなんですけど、この部分ですね。この部分の K がちょっと強いんですね。これはボリュームオートメーションの方でそこを下げるという方法ももちろんあります。この方法でもいいですし、なんでこういう子音が気になるところのオートメーションはそこの部分は下げておいて、その後を上げるみたいなやり方もあります。気にならなくなりますよね。ボリュームオートメーションだとあんまりなんかいい感じにならないっていうような場合は、これもうちょっと力技なんですけど、その部分だけ独立してもうその部分をこのような感じで波形ごとちっちゃくしちゃうっていう手もあります。こんな感じですね。多少気にならなくなりましたよね。こういう方法でも大丈夫です。で、あともう一個視察音の処理なんですけど、ディエッサーとか最初のプロ Q3 とかですね、その辺で処理してはいるんですけど、それでも気になるような場合があるんですね。そういう部分に関してはもう波形の方を塗り替えちゃうっていう方法があるので、それも解説していきます。まず場所を探すんですけど、ここですね。ここちょっと気になるのでちょっと一回聞いてみてください。こうただの「つ」じゃなくてちょっとなんかピッチ感があるような感じがしてちょっと気になるので、ここを処理していきます。で処理の方法なんですけど、この前後ちょっと余裕を持たせる形でこの波形を独立させます。この形ですね。でここに何らかのダイナミック EQ とかディエッサーで直接処理していくっていう形を取ります。今回はプロ Q3 使っていきたいと思います。こんな感じで出てくるので、この部分ですよね。この部分を落としていきたいと思います。で、ここはダイナミック EQ を使ってやっていきたいので、このような形でポインターを打って、で、ベルですね。でダイナミック EQ でその分下げていきます。で、ここだけじゃなくて、この横のところも気になるんで、ちょっと細かいんですけど、こんな感じですね。これで処理して、この波形を書き換えます。ちょっと書き換えるとこちょっと落としますね。こんな感じになってるのを、書き換えます。そうするとこんな感じになりましたね。ちょっとちっちゃくなったの分かりますかね。今こうなってるのがこうですね。ちょっとちっちゃくなりましたね。でこれだけだとまだこの部分もかかっちゃったりしているので、この後ろのとこですね。後ろの部分こう引っ張ってきて、その気になる部分だけ残してこのような形で処理します。ではビフォーアフターで聞いてみます。
アフター。一冊を抜けるですかね、わずかな違いなんですけど、ちょっとピッチ感が気にならなくなったんじゃないかなと思います。LINE 公式でプロを目指すための最初の3ステップを解説した動画公開中。で、あとはタイミング調整ですね。ミックスの最後の方になってからようやくタイミングがずれてるっていうのが気になってくる場合もあるんで、気づいたら処理するようにするのがいいかなと思います。で、やり方なんですけど、波形を動かして調整するか、あとはメロダイン等に読み込んで調整するっていう方法ですね。で、今回は波形を動かして調整するっていうのをちょっと軽く見ていきたいと思います。じゃあちょっとタイミングが気になるところがあるので、タイミングを修正するっていうのをちょっとやっていきたいと思います。今の憧れたの子ですね、この音。この音がちょっと後ろにずれている感じがするので、これを修正していきたいと思います。やり方はもう簡単で、この付近を独立させて、これをずらすっていう感じですね。プロツールスだと点キーのマイナスキーで前に行ってプラスキーで後ろに行くんで、これでやっていきます。で、弾いていきます。これでタイミング合いましたね。で、タイミングがあったら後ろのここはフェードをかけていくといいかなと思います。で、メロダインでやる方法はまた後日メロダインの動画も撮りたいと思ってるんで、そちらでやりますんでお楽しみにしておいてください。はい、ではもうほとんど終わりなんですけど、最後マスター処理を軽くお伝えして終わりにしたいと思います。詳しくはマスター処理の解説動画を後日作る予定にしておりますんで、そちらで見ていただきたいんですけど、今回は本当に軽くだけお伝えさせていただきます。このマスター処理をする時のポイントなんですけど、まず一つ目、マスターで EQ はかけないようにした方が僕はいいかなと思います。実際のマスタリングではもちろん EQ とかを全然使うんですけど、マスタリングっていうのは基本的に2ミックスからの作業になるんですね。なのでマスタリングで使う2ミックスに対して EQ をするっていうのはもうそこで EQ をやるしかないから EQ を使うんですね。でも実はマスターで EQ をかけるよりもですね、その前段階で EQ で調整してしまった方がいいんですね。最終的なマスターでイコライザーをかけてしまうと、例えばボーカルが少し気になっているだけなのに楽器の方にも影響を与えてしまうんですね。なのでマスターでの EQ って実はすごく難しい作業なんですよ。なので歌ってみたとかのマスター処理の場合は、その前段階、インストとボーカルっていう風に分かれている部分があるので、もし気になる部分があるんであれば、その前段階のところで EQ 処理をしちゃった方が実は簡単なんですね。なので僕は本当のマスタリングは別なんですけど、ミックスの延長でのマスター処理では、マスターでは EQ をかけないことをお勧めしています。で、二つ目、複数のコンプで少しずつ処理するってことですね。やっぱりマスターにはコンプはかけた方がいいんですけど、1台でがっつりかけて処理をしようとするよりも、複数台のコンプで少しずつ処理をしていった方が、よりナチュラルな処理になりますんで、僕はそれをお勧めしております。で、僕は2台のコンプを主に使うんですけど、片方は1台なんですけど、2つのコンプが入ってるっていうタイプなんで、計3台のコンプを使います。それで 0.5 デシとか1デシとかずつ削りながら少しずつ音を作っていくっていう形になります。で、3つ目、マキシマイザーで音圧を稼ぐですね。で、VU メーターを 0VU イコールマイナス6デシベル、マイナス 6dBFS ですね、に設定して、楽曲の最も大きい部分が 0VU 付近になるぐらいを上限の目安にするといいかなと思います。で、配信をする場合とかはですね、ラウドネスノーマライゼーションっていう問題がありますんで、こんなに音圧を出さない方が良かったりすることもあるんですけど、その辺はちょっと複雑な話になってきてしまいますんで、詳しくはマスター処理の方の動画で解説したいと思っております。では最後マスター処理になるんですけど、マスターの方ではさっき言ったように EQ は基本的にはかけません。で、今回コンプは2台インサートしているので、それのそれぞれビフォーアフターで聞いていきたいと思います。まず1段目はプラグインアライアンスのシャドウヒルズのクラス A っていう方のコンプレッサーですね。これをかけています。このコンプはオプティカルと VCA が2つ搭載されているっていうタイプなんで、これ1つかけるともうすでに2つかけちゃってるという感じなんですけど、これもそれぞれリダクションをですね、基本的には 0.5 ぐらいずつですね。こっちがオプティカルのゲインリダクションメーターで、
こっちが VCA のゲインリダクションメーターになるんですけど、それぞれ 0.5 で、一番大きかったとしても1にいかないかぐらいを目指してほんの少しだけかけるっていうのを2段やっています。であとはこの状態ではハイパスフィルターを入れていて、キックの方とかにはかからないような感じで僕はまずこの状態ではやっています。でこれをビフォーアフターで聞いていきたいと思います。音が大きいところがいいと思うので、サビあたりで確認したいと思います。まずビフォー。アフター。こんな感じで、一番大きい時に1いくかいかないかぐらいのところを目指す感じで設定をしています。で2台目ですね。こちらはもう VCA のコンプになります。これはコンプレッサー講義の一番最後でお話ししたグルーコンプっていうのをもうそのままやっています。なのでこれはゲインリダクション2から3ぐらいのところを目指してサイドチェーンも入れずに全体にかかるような形でやっています。でこれもビフォーアフターで聞いていきます。まずビフォー。アフター。どうですかね。なんかキュッとこうまとまる感じが出たんじゃないかなと思います。最後マキシマイザーなんですけど、僕はこのインビジブルリミッター G2 ってやつをずっと使っていまして、すごいナチュラルにかかるのでこれをよく使っています。これに関しては音圧を稼ぐ用途なんで視聴比較は割愛しようと思うんですけど、これで必要な音圧に調整しています。これらマスターのお話に関しましては、後日マスター処理の解説動画作りますのでそちらに譲りたいと思います。あと書き出す前にこのマスターの部分なんですけど、ここですね。こういう形で、ボリュームをこのような形でフェードインと、あと一番最後フェードアウトですね。こういう感じでするようにしておきましょう。楽曲がいきなり始まるような形にしないように、スーッと楽曲に入っていくような形を作るといいかなと思います。はい、それではこれでミックスが完成しましたので、ミックスの一番最初の状態、ミックス前の状態と今の完成したものを聴き比べていきたいと思います。ではまずミックス前。一人きり小田急線の改札を抜ける憧れた日々からは少し離れてる。明るい夜空見上げても星は見えないけれど、ベランダから眺める新宿のビル街が水仙のように輝いた。君は一人じゃないけど言ってくれた気がした。では完成版。一人きり小田急線の改札を抜ける憧れた日々からは少し離れてる。明るい夜空
どうですかね、だいぶ印象が変わったんじゃないかなと思います。元々の方はなんかこうもわーっとして全体的になんか前に出てきてないというか感じがあったかなと思うんですけど、完成版の方はボーカルもしっかり立ちつつオケの方もしっかり聞こえていい空間が作れているんじゃないかなと思います。インスト側にボーカルの居場所を作ってそこにフィットするようにボーカルを加工して空間を作るっていうのがボーカルミックスの作業ということになります。今回お伝えしたのはミックスの一つの手順に過ぎないんで、やり方は本当にいろいろあるとは思うんですけど、ぜひ一つの手法としてこのボーカルミックスシリーズのやり方をマスターしてみてください。Mix Pro Academy。はい、では今日のまとめです。もうボリュームオートメーションこそがミックスのメイン作業と言い切ってしまいます。でここでミックスが完成するっていうことですね。で描くのは2つで、ボーカルのレベルと、あとはリバーブディレイとかの鮮度とかミュートとかですね。それで演出をしていくっていう感じになります。で楽曲の頭からボーカルのレベルボリュームオートメーションをやりながら、アイデアが出たらその都度2を書いていく。でこれを何回か何週かするといいですね。1回だけでやるとアイデアができらない場合もあるんで、まあ 2,3 週ぐらいして少しずつ仕上げていくっていうのがいいかなと思います。今回で歌ってみたシリーズ完結なんですけど、次回からはディレイの徹底解説シリーズをやっていきたいと思います。ディレイも結構よくわからないっていう方が多いので、皆さんが迷わず使えるようになるように解説していきたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。このシリーズで使用している楽曲データを LINE 公式でプレゼントしています。インストデータとボーカルのパラデータと、ミックス前の2ミックスとミックス完了後の2ミックスですね。今回完了したものですね。受け取り方は歌ってみたミックスっていう言葉だけを LINE 公式の方で送ってください。そしたらもうすぐ受け取っていただけますので、ご自身のセッションに読み込んでいただいて、ぜひ練習してみてください。ミックス上達のためにはもう練習しかないんですね。何回も何回もいろんな楽曲をやってみることでどんどん上達していくので、ぜひこれもその一つとしてやってみてください。あと質問がありましたらコメント欄の方にお願いします。皆様の質問が他の方の学びになりますんで、ぜひぜひガンガン書き込んでください。あといいねももらえると僕めちゃくちゃ嬉しいんで、ぜひお願いします。それでは歌ってみたボーカルシリーズ最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。